皆様こんにちは。今回は取り付けても太くならない画期的なハンドルカバーをご紹介します。新車で車を買った時にハンドルを汚したくないと思ってハンドルカバーを買ったけど、つけてみたら握りが太くなって操作性が若干変わったり、最初はつけてたけど見た目がちょっと微妙やなと思って結局つけなくなる人多いと思います。実際僕もスイフトスポーツを3年前に新車で買った時にネットで評判の良かったスパルコのハンドルカバーを取り付けて1年ぐらい使ってたんですが、掃除のために一度外した時に握りが細い方が個人的に運転しやすいなとなって結局使わなくなりました。最近夜中に UNEXT で雑誌を読んでいた時にかなり売れてるハンドルカバーといって雑誌で特集されていたので、深夜の勢いで Amazon で調べたら普通に売ってたので早速買って今回届いたのがこちら。これまでのハンドルカバーはハンドル全体に取り付けるタイプが主流だったと思いますが、この新しいハンドルカバーは分割タイプになっていてちょうど握るところのみカバーしています。これまでの丸いカバーだと一部の車にあるこういった D 型ハンドルの場合取り付けができないとかありましたが、分割タイプなので昔からある丸型でも D 型でも関係なくこのように問題なく取り付けることができます。昔からある丸型のハンドルカバーはどこに行っても買えると思うんですが、 D 型のハンドルカバーって意外と売ってなくて、スーパーオートバックスのような大型店舗に行かないと置いてないことあると思います。僕の車のスイフトスポーツも D 型のハンドルなのでハンドルカバーがあまり選べずにおのずと選択肢がかなり少なかったです。こちらの D 型でも丸型でも両方いけるハンドルカバーの素材はプラスチックでできていますので、これまでのカバーと比べてもかなり薄くて軽いですね。早速車に取り付けてみます。ハンドルに取り付ける前にまずは付属の滑り止めをハンドルカバーの内側に貼り付けます。滑り止めはシールになっているので剥がして貼り付けるだけでめっちゃ簡単です。もう片方も同じように貼り付けます。これで取り付けの準備ができたので、あとは実際に取り付けるだけです。これまでのハンドルカバーの欠点なんですが、取り付けるのがめっちゃ硬くて手痛くなることあったと思うんですが、こちらのハンドルカバーの取り付けはめっちゃ簡単です。上からはめ込むだけなので、昔からあるハンドルカバーのように取り付ける時に硬すぎて手が痛くなったり、取り付けてみたけど付ける位置がずれてたのでまた外してもう一回取り付けるの正直だいぶめんどくさいなみたいなことがなくなります。分割式ではめるだけなので片方20秒ぐらいでいけます。それでは実際に走ってどんな感じか試してみたいと思います。確かに全然太くならないので操作性が悪くなることもないですね。純正の革のハンドルと比べても滑り止めを兼ねたデザインで若干滑りにくくなっているのでグリップ力が上がっています。これまでの全体を覆うハンドルカバーにはなかったメリットがこちらの分割タイプにはありまして、それはハンドルを握った時に指先が当たるところがちょうどうまいことハンドルカバーと元のハンドルのところに段差ができるので、そのギャップに指先を引っ掛けることでかなりハンドルを握りやすくなります。意外とこの引っ掛かりが便利でかなり握りやすいですね。あとはハンドルカバーの一部がへこんでいて、純正のハンドルも一部使うハイブリッドなデザインなので、このへこんでいるところにちょうど親指がはまったり、この手のひらの付け根のところがジャストフィットするのでめっちゃ持ちやすいですね。コンパクトカーや軽に多い革のハンドルじゃない樹脂というかウレタンみたいな普通のハンドルの場合はかなりグリップ力が上がってちょうどいい感じの太さになるのでめっちゃ握りやすくなって操作性上がると思います。昔からあるハンドルカバーだと握った時に太くなって正直操作性落ちてたと思うんですけど、これは全くそんなことないですね。太くなりすぎずに個人的にちょうどいい感じです。あとはこれは僕が乗っているスイスポだけのメリットになりますが、最近の車だとハンドルの一部が艶ありのブラックでそこだけ指紋がつくようになる全然誰も求めてないデザインのハンドルがあるんですが、そのブラックの部分もある程度カバーできるので指紋を防げるのもいいかなと思います。正直深夜のノリと勢いで買ったハンドルカバーだったんですが、見た目もいい感じで握りやすくなったんで結構気に入ってます。メーカーもボンフォームという岐阜県に本社がある会社で1959年からあるまあまあ老舗の会社の商品なんで、 Amazon でハンドルカバーと調べたら検索結果に大量に出てくる商品の説明文の日本語がおかしいおそらく中国メーカーのものよりはクオリティは高いかなと思います。色はこの赤色と黒の2択です。
今回買ったのがこちらのカーボンタイプ。手触りは滑り止めが効いたプラスチックです。また別バージョンでスウェードタイプのやつも売ってて、そっちなら見た目と手触りが変わりますね。ただやはりプラスチックなので、冬場だと少しハンドルが冷たくなるので、冷たいのが嫌な方はスウェードの布タイプを選ぶといいかもですね。今回紹介したハンドルカバーの値段ですが、今現在 Amazon で2330円ですね。近所のオートバックスとイエローハットでこのハンドルカバーを置いてるの見たことないので、もし気になった方は動画の下にある概要欄にこちらのハンドルカバーのリンクを置いておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、画期的なハンドルカバーのご紹介でした。僕のチャンネルでは今回のような車グッズの紹介やスズキのスイフトスポーツ、旅行動画など幅広く公開していますので、この動画が1ミリでも良かったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。